今回は過去や未来に振り回されず、今この瞬間に生きることで、日々を幸せに過ごせるようになる、そんな生き方についてのお話です。ご紹介するのは、東京大学名誉教授、矢作直樹先生の著書。先生は、毎日が楽しく、日々に幸せを感じながら生きている、そう語っておられます。なぜそんな人生を送ることができるのでしょうか。その答えが、中今という考え方です。これは神道の根本にある思想です。私たちには過去、現在、未来という時間の流れがあります。でも中今とは、その流れを俯瞰した時のちょうど真ん中にある今この瞬間。今日という一日、今という二度と戻らない一瞬。この今に意識を集中して生きること。それが人として最も自然で美しい生き方だと神道では考えられています。ではなぜ私たちはこんなにも苦しくなるのでしょう。ほとんどの場合、理由は2つです。一つは過去、もう一つは未来。過去には後悔、失敗、傷ついた記憶があります。あの時違う選択をしていたら、そう思うこともあるでしょう。でもどれだけ考えても過去は変わりません。逆に過去の成功や楽しかった記憶に浸りすぎると、今が空洞になってしまいます。未来も同じです。人はまだ来てもいない未来を想像して不安を作り出します。でも未来は必ず今としてやってきます。その時考えればいいことを今先取りして苦しんでいる。それが私たちが行っていることなのです。中今とは過去を否定することでも未来を無視することでもありません。ただ今に集中するということ。過去は過去として心の外へ、未来は未来として今は考えない。目の前にある呼吸、感覚、音、光。それだけに意識を集中させる。それが中今です。どうして人は落ち込んだりするのでしょう。多くは過去の後悔や未来への不安から生じるのだと思います。だからこそ中今の心が必要なのです。過ぎ去った過去や来てもいない明日の心配などをしても仕方ありません。とにかく今この瞬間を無心に生きること。今にだけ目を向けること。そんな心持ちを習慣づければ、それだけで心の病から抜け出すことができるのだと思います。心の病を生み出しているもの。それは社会や環境も含めて自分自身の思考でもあるのかもしれません。私たちは毎日たくさんのことを考えています。考えないで生きることはどんなに修行を積んだお坊さんでも簡単ではありません。分かれ道でどちらの道に進むべきか、今日の仕事の段取りはどうするか、誰と食事をするか、行くべきかやめるべきか。私たちは日々常に頭をフル回転させて考えます。そして結論めいたものを導き出します。これが正解だと思える時もあるでしょうし、まあこれでいいかと自分を納得させることもあるでしょう。あるいはいくら考えても堂々巡りをして、いっそ誰かに答えを出してもらいたいと投げやりになってしまうこともあるでしょう。でも矢作先生はおっしゃいます。大して良くもない頭で考えすぎない方がいい。私たちが考えていると思っていることの多くは、限られた知識と情報を頭の中で組み合わせているだけです。そんな知識や情報をもとにして考えているわけですから、その結論が適切とは限りません。その結論を正解だと信じてしまう。そこに慢心が生まれます。そして慢心から導き出されたものに正解などありません。正解のように見えたとしても、長い目で見れば誤りだと気づくでしょう。本当に考えるとは論理だけではありません。理屈を超えた
直感を含めて考えること、論理と思考、そして直感、そのバランスを取りながら答えを受け取ること、それが本当の意味での考えるです。直感という言葉はよく聞きますが、言葉で説明するのはなかなか難しいものです。歩むべき道に迷った時に、なんとなく考えが浮かんでくる。このように人間の行動には説明がつかないことはたくさんあり、目に見えない力の存在があることは真実です。古来の宗教家は、瞑想をしたり座禅を組んだりという修練によって、理屈を超えた直感を磨こうとしました。それらは直感を磨く一つの方法ですが、矢作先生が進めているのはとてもシンプルな方法。それは歩くこと。自分の姿勢を意識し、歩く方法をしっかりと見据え、そして周りの風景を楽しみながら歩く。この時間こそが直感を磨いていきます。理屈ばかりにこだわるのではなく、理屈を超えた力が引き出されます。もともと人間にはその力が与えられていて、その力をさらに磨くように心がける。少ない知識で考えるのではなく、大いなる知識を使って考えることが正解へと導く近道だとおっしゃいます。私たちは社会のために役に立たなければならない、明確な目的や志を持って生きなければならないなどと、生きる上での目標や使命を考えがちです。しかしそう考えた時点でもう中今から外れています。何々ねばならないと考えた瞬間に余計なものにとらわれてしまう。大切なのは目の前にあるものだけに没頭すること。例えば先生は患者さんの診療をするとき、その目的はもちろん患者さんの命を救うことですが、一旦診療に入ったら目的など余計なことは考えないそうです。患者さんを救わなければなどという考えすら浮かんでこない。つまりそれほど診療に集中していらっしゃる。そして目の前の診療に集中した結果、患者さんを救うことができるんだそうです。目的とはあくまで結果に過ぎない。大切なことは今というプロセスを一生懸命積み重ねていくこと。一生懸命にやった結果、たまたま誰かの役に立つという生き方になります。生きる目的や天命というのは、初めから与えられているものではなく、何かを一生懸命にやった結果として天命だと思えるようになると先生はおっしゃいます。私たちが本当の意味で中今、つまり今この瞬間に生きることができたら、すごいエネルギーになる。今この瞬間に集中していたら、現実が変わっていきます。だからこそ私たちの意識の進化の意味がある。中今にいるようになるために、目の前にあることを楽しんで生きられたらどうでしょうと先生はおっしゃいます。そして楽しく思えるコツは感謝すること。感謝とは例えば、朝起きた時、息ができていること、起き上がれたこと、ご飯が食べられたこと、だから今ここにいられること、その幸せに気づき、感謝する。私たちが中今に目覚めたとき、幸せを感じられるようになる。中今の気持ちになると、生きていること、食べられること、布団の中で眠れること、暑さ寒さを感じられること、そのすべてに、その幸せに気づけるようになるのです。究極的に言えば、どのような状況でも私たちは幸せを感じることができるのです。一日の中にふと幸せだと感じる瞬間はいくらでもあります。その幸せに気づく。イメージで結構なので、体、心臓の中心に本気で感謝する。こうした状態を日常的に作り出すことで、
自然と心が穏やかになり、そればかりか体も健康になってきます。そういう中で生まれた意識こそが私たちを幸せに導いてくれるのだと思います。